PR のお仕事営業かけることもあるんですが、自分で変えられないことに関してはもう悩まない。テルマちゃんがもう絶対やれっていう自信っていうか、自分が大好き。私は本当にさ、これさ、心の底から超おすすめなの。働かないよ。こんにちは、上野ありさです。今日はですね、月に一度の Q&A やっていきたいと思います。下でちょっと母が息子を見てくれてるので、ベッドルームでね、ちょっと後ろも暗いし、電気つければいいのか、暗い感じでなんですが、やっていきたいと思います。今日のリップはじゃーん、サンローランの新作のなんかね、ホワホワ系マットっていうかね、なんていうの、ホワホワ系のスフレっぽい感じのリップで、ラブヌードリップスティック1番っていう色をつけてます。縁をこうぼかしてね、つけました。でイベント行って帰ってきて息子を寝かしつけたりしてたので、ちょっと髪の毛は島でヘアセットしたんだけど、このまま寝ちゃったので、息子と一緒にちょっとよれ気味なんですけれども、夜っていう感じなんですけれども、ご容赦くださいということで、今月も毎月質問ありがとうございます。質問ね、ピックしていきたいと思います。メイクをしながらメイク系の質問に答えていくみたいなのをまだ撮ってないんだけど、今度やるので、メイク系のはそちらで、そっちはそっちで募集したんだけどね、答えていくので、いつもの Q&A をやっていきたいと思います。では30分タイマーかけます。後ろ電気つけよう。はい、じゃあ答えていきます。じゃあ一発目。語学のやる気を出すにはどうしたらいいですか？最近この質問する後に上がったんだけど、違うスピークってアプリで、未だに動画終わった後も続けてて、たまに1日空いちゃったりとかするんだけど、深夜超えちゃって、スピークのアプリ使ってて、未だに、ちょっと勉強みたいな感じではやってはいるんだけど、語学はやっぱりもうね、絶対使う用途を見つけないと、やる気を出すにはどうしたらいいですかってことなので、やる気を出すためには、使う用途を見つけること。ただただ英語が話したい、じゃあスペイン語が話したい、韓国語が話したいってだけだと、やっぱね、ゴールがないから難しいと思うんだけど、例えば向こうに住むなのか、友達を作りたい、この今いる友達ともっと話せるようになりたいとか、やっぱ使用用途として用途がないとなかなか難しいなと思ってて、喋れなくても先に友達を作っちゃうとか、すごい簡単に言ってるけどさ、オンラインでとかだとちょっと危ないこととかもあんのかな、最近だとわかんないけど、だからその用途を作るのが一番やる気を出す近道なのかなと思います。やっぱ話すってなっても、話す機会がないとなかなか難しいと思うから、機会を先に作っておいて、その機会が増えるように自分でいっぱいやるみたいな。すごいピアスさっき寝てたから1個取れちゃったと思いました。この質問、 PR のお仕事は営業かけることもあるんですか？いつも応援してます。ラブ。ありがとうございます。営業に関しては私というより事務所がやってて、手当たり次第営業とかっていうのじゃなくって、例えば私がこのサンローランのリップを使うじゃん。そしたら普段からその使ってるっていうのをマネージャーとかが発見して営業をかけたりとかはたまにしてくれてるっぽいけど、私も全然終えてなくって、事務所が変わったんだけど、去年から今の事務所になって多分そういう営業とかをしてくれてるから、いろいろお仕事の幅はちょっと今まで付き合いがなかった自分が好きだったクライアントさんとかと付き合いができたりとかもあるかなって感じで、自分で営業するっていうより、その自分が好きで愛用してるものとかのブランドさんに多分ピッチしてんのかなっていう感じですっていう中の話です。だから私が普段から好きなブランドとお仕事とかができてるのも多分そういうチームのおかげっていうかなと思います。メンタルが落ちた時どのように回復されますか？いつも動画楽しく拝見しています。ありがとうございます。メンタルが落ちた時、この間さ、私メンタル落ちてたんだよね、 Vlog で。その問題もそれ1週間前ぐらいに撮ってた Vlog だったのかな。その問題も一切解決してないんですよ、別に。けどもう忘れてた、その落ちてたこともっていうような感じなので、私の場合は本当に寝たら治るか、考えても変わんないことって世の中多すぎない？だったらその起きてないマイナスのことを考えて気持ち持ってかれるのもったいないから、寝て回復するってタイプなんだけど、その今回悩んでたこととかに関しても今一つも解決してないけど、その問題となった時はもう最悪どうしようみたいな風に自分でもなるんだけど、結局何か行動に移せることだったり何か変化を起こせることだったら考える必要があるし変わるけど、結局対人で人が絡んできて悩むことが多いと思うの。よくある悩みとかだとね、自分自身の悩みだったら自分が何か行動を変えることができるから、
それは解決策じゃん、それって言ったら。だから解決策とかオプションがあるっていうのはすごく恵まれてることで、自分の行動を変えればいいだけなんだけど、人が絡んでくるものとかさ、人に委ねてどうにかしなきゃいけないシチュエーションもあるじゃん。そういうシチュエーションの時ってもう最悪どうしようって持ってかれちゃうと思うんだけど、その時間って本当に無駄だから、自分で変えられないことに関してはもう悩まないっていう感じかな。なんかさ、そう、人を変えるより自分が変わる方が早いみたいな話あるじゃん。まさにそれだなと思ってて、人を変えなきゃいけないことに労力を使う必要はないっていうか、だったら自分が変わった方が話が早いから、みたいなのは最近すごいそうだなと思うので、何はともあれ、落ちた時は私は寝るです。寝ると結構回復してることが多いのと、もう寝ると次の日始まっちゃうから、なんかそのタスクをこなすことに必死で、こう座って考えるとか向き合うっていうのがあんまりないから、忙しくしてるのも結構、あんまり良くないだろうけどね、心には。でも、忙しくしてるのは結構メンタルが落ちた時に助かってる。これね、前に答えたことある質問を拾うと、いつも同じ質問と言われてしまうんですが、なんかこれを聞いてくる人は多分それを見てないし、今それで悩んでるのかなって思うから拾うんだけど、自分に自信を持つためにできることは何ですかっていう質問が来て、これ私がいつも言ってるのが、自信を持てる要素を一つずつ増やしていくことっていうか、結局自信を持つためにできることって自信を持てる自分になること以外なくって、これってなんか国語的なことというか、あれだけど、結局そうじゃん。なんかさ、今の自分自身が自信がないんだったら、それを自信に変えるってなかなか難しいし、思考から変えていかなきゃいけなくて、それはすごく時間がかかるけど、自信を持てる要素を一つずつ増やしていくっていうのと、だから自分を見つめ直して、自分の褒められる要素を紙に書いてみるとか、こうじゃんっていう風に自分が肯定できる部分を思い返してみる。で、プラスでどういう自分になれたら自信がつくかなって考えてみて、じゃあそういうなりたい像があるんだったら、そこになるための要素を自分で増やしていくっていう、それもコツコツっちゃコツコツだけど、結局エレメントっていうかさ、要素が増えていけば、自信が持てる自分につながっていくと思うから、なんかじゃあ、例えば私自分に自信あるとか、思ってないけど、多分自信あるんだろうね。自信っていうか自分が大好き、私は。結局自分が大好きだったらイコール自信だよね、きっと。自信につながると思うんだけど、自信ない時とか、不安な時だとかだって私だってめちゃくちゃあるけど、総じて自分が大好きなのでだから自分のことを信じてるってことか。信じてあげられる自分でいるっていうことが自信につながるんじゃないかなと思います。はい、出産うちは、これも私やっぱり答えてるものがいっぱい来るね。で、答えてるものを私拾うね。やっぱチームにピックしてもらおうか、次から。そうします。チームの皆さん次からピックお願いします。ということで、出産のうちわのおすすめはお米です。お米のなんか一個ずつ風呂敷に包まれてるお米があって、値段も松竹梅みたいな感じであるので、楽天なんだけど、そのお米を結構うち祝いでお渡ししたりとか、あとオーガニックのちょっとブランド名忘れちゃった、めっちゃ使ってんだけどな。クリーナーとかのセットがある。それは結構引っ越し祝いだったりとかうち祝いで使ってたんだけど、名前が洗剤とかクリーナーとかのブランドなんだっけ、マルチクリーナーコモンズっていうブランド、 KOMONS コモンズっていうブランドのなんかクリーナーセットとかを結構渡してました。産毛パーマはされてますか？何産毛パーマって初めて聞いたんだけど。産毛？これをパーマするってこと？これって産毛？何？わかんない。何ですかそれ？初耳。調べるね。今調べないんだみたいな。新しくママ友はできましたか？特にママ友みたいなのはできてないですね。なんか元々の友達でお子さんがいる子とランチしたりとかはあるけど、新たにママ友みたいなのは一切できてないし、多分今のスクールじゃそれはないし、今後なんか転園したりとか、もうちょっとなんか学校っぽくなってきたりとかしたらなんかママ付き合いとかもあるのかなって感じだけど、ママ友みたいなのは新しくはできてません。新年度始まっての目標は何かありますか？新年度始まっての目標はやっぱりなんか最近すごい考えるのが、自分の産後私すぐ仕事復活して今まで通りの仕事の仕方をしてて、プラスで子育てがプラスされたみたいな。だけどやっぱなんか子供への愛が強すぎてとか、家族の時間とか、なんか最近結構優先順位変わってんなみたいな。優先順位ってか、もともと優先順位はもちろん一番に子供なんだけど、息子なんだけど、もっと時間を過ごしたいし、なんかスクールとかも今一時保育みたいな感じで預けてるんだけど、もうちょっと増やすみたいな、さっきも冒頭で話したけど、もうちょっと増やすで、
結局仕事回んないから仕事がある時はもうちょっと枠増やそっかみたいな感じでは言ってるんだけど、とはいえやっぱりさ、息子と過ごしたいし、本当にかけがえのない時間が10年ぐらいしかないんだとか思うと結構てかもう1歳になるってことにちょっと焦りを感じてて、なので、新年度といえどって感じだけど、で気づいたら1歳じゃん。言ったらさ、なんか毎月のようにどっか行きたいな、旅行行きたいなとかも考えてたんだけど、本当に気づいたらなの。だからちゃんと時間が有限だってことを意識して、ちょっとなんか 2,3 ヶ月先ぐらいまでのプラン、なんか今月はなんか何か月に1回はスペシャルなことをしたいなみたいな。じゃあそれが水族館に行くでもピクニックに行くでも何でもいいの。だけど何かこう月の思い出みたいなのは一つはやりたいなと思ってて、それが家族系の目標かなって感じで、仕事に関してはもうずーっと言ってますけど継続ですね。もう継続したいです。私は今のお仕事が大好きなので、今のお仕事を継続できたらいいなと思ってるので、それが変わらず目標かな。またさ、座って自分と向き合う時間とか目標立てる時間っていうのが産後一切なかったから、新年も新年度も一切目標立ててないのね。だけどとりあえずだから継続頑張ろうみたいな感じで、ありがたいことにこうせわしなく毎日忙しくさせてもらって、こう時間が過ぎていくから、それは良くも悪くもでもあるんだけど、そこら辺も裏方の方のお仕事なんだけど、そういうのもなんかもっとコミットできるように頑張りたいなと思ってます。自分に似合う服か自分の着たい服、どちらを優先していますか？最近は似合う服。若い時20代は着たい服だったけど、最近はもう似合う服なんだろうな、これ私似合うなってなったらもう定番化するし、着たい服が最近あんまりないっていうのはあるかも。なんかやっぱり若い時の自分のビジュアルの方がファッションが楽しかった。かといってじゃあ今そのビジュアルに持っていくかって、年の年齢的なこともあるけど、いや私36だからこんなの着れないとかっていうよりも、その今の自分が別になんかあの時のメイクをしたりとか、あの感じの今自分に当てはめてもしっくりこない。今はこれが自分的にすごいしっくりきてるし可愛いなって思ってるから、これに合うお洋服ってなった時に、もちろんリゾートとか行ったら柄物着たりとか派手なもの着たりとかするけど、街でってなるとやっぱなんかそもそも色物をマジで着なくなったし、なんかブラウン、ブラック、ホワイト、グレーとかそういう暗い色ばかりになっちゃって、昔の私を知ってる人からしたらさ、アリサちゃん色物着てよみたいな結構コメントとかでももらうことが多くて嬉しいんだけどね、それはわかると思いながら、なんかそもそも服をもう本当にシンプルな色しか買わなくなったかな。だからそれってなんか結局自分に似合ってるって自分で思ってるから、そういう服が増えてく。かといって着たい服でもあるんだけど、だから似合う服が着たい服なのかも。なんか着たい、これを着たいみたいなので、結局なんか色物とかはさ、夏着テンション上がってさ、なんか例えば展示会とかで可愛いとか言ってつけても結局着なかったりとかするわけ。白黒ブラウンばっかり着ちゃうから。だからそれを最近学んで、やっぱ着る色にしようみたいな感じでどんどん暗い色ばかりになってます。最新の YouTube 見ました。この間の人間ドック行った動画ですね。私も健康診断で甲状腺が引っかかり、低脂血症という栄養を吸収しにくい体プラス流産しやすい体であることが分かりました。それから妊娠が分かり、薬を飲んで無事12月に出産できました。おめでとうございます。アリサさんが発信してくださったおかげで私だけじゃないんだって思えて、とても励みになりました。発信してくださりありがとうございます。こちらこそそんな風に言っていただいてありがとうございます。本当にさ、これさ、私提供動画でクリアージに行かせてもらったのね。だけども心の底から、もう提供動画とか一回置いといて、心の底からまずクリニック自体超おすすめなの。でプラス私はこの検査の大事さっていうのはずっと発信してるの。アメブロ時代から人間ドックだったり子宮の検査だったりとか子宮頸がんの検査だったりとか、そういうのは本当に若いうちからやった方がいいよって、なんか私は大丈夫はないんだよっていう風に思ってるから発信をしてたんだけど、ありがたいことに今回そのお仕事としてもご依頼いただいて、もう絶対やりたいですっていう風に言ってでやらせていただいたんだけど、今までその動画でも話したんだけど、10年間通ってた人間ドック、そこを非難してるわけじゃなくて、人間ドックで行ってたクリニックでやってない項目だったの。2個引っかかったやつが両方ともね。だから過去のデータもないから、言ったら妊娠前が自分がその数値がどうだったかって分かんないわけよ。だから今回初めましての数値だったんだけど、てか検査だったんだけど、それで両方引っかかって、だからマジでクレアージでやってよかったなと思って、この間その再検査、明日もそう病院なんだけど、再検査ので行って、まずはなんかバセドウ病の方は、バセドウ病予備軍みたいな状態です。ただそれがもともとこの数値なのか、
お子さんの今の時間って今しかないから、その時間を私は大切にするんだでいいんじゃないかなと思います。最近使ってるヘアケア商品は、アリサさんの動画いつも楽しみに待ってます。ありがとうございます。今は、他の動画でも紹介したんだけど、今、ナウナウで使ってる、シャンコンは、ウォンジョンヨのモイストタイプのシャンプーと、アノブのトリートメントを使ってて、で、洗い流さないトリートメントは、ケラスタージュのピンクのやつを使ってます。黒のが一番好きなんだけど、ピンクが家にあったので、ピンクを使ってから黒のリフィル買おうかなと思ってて、ケラスターズのヘアオイルがめちゃくちゃ良くて感動した。あとでもヘアケアってそんなもんか。あと、ロレアルの DX だっけのヘアマスクも大好きで、今はアノブ使ってるんだけど、アノブがなくなったら次またロレアル使おうって感じで、そんな感じかな。でも本当に産後髪がやばすぎてって話を他の動画でもしたんだけど、今日も島に行ってもう髪がやばすぎてって話をしてて、切ります私。ボブに、今まだレイヤーが入ってるからすぐボブにはできないけど、もうゆくゆくボブにする。もうなんか髪質がもともと全然綺麗じゃないっていうか、可愛い髪質じゃないんだけど、もっとブスになって、後ろ姿も超鬼ババアみたいな感じの髪の毛に、もうゴワゴワのボサボサみたいな。で、毛先とか本当にマンバみたいな感じなので、切ります。別に伸ばしてたわけじゃないんだけどね、なんかまあ長いなら長い方がいいか、みたいな感じで、痛みすぎてたら切って、みたいな風に、ずっと、こうなんだけど、とりあえずこの辺までに切って、で、前髪が伸びてきたら、もうこう、いっちゃおうかなって思ってます。でもイベントの時のヘアアレンジが難しくなるんだよね。こういうのとかがさ、なかなか難しくなるから、結べるぐらいにはしておいた方がいいかなとか思いつつって感じです。はい。子供の着なくなった服でも振りましてください。確かに、でもなんか今度生まれる子たちとかに、お下がりは全部あげちゃおうと思って、今ここにももうパックしてんだけど。なので、なんかいい感じのお洋服、そんなにないんだけどね。なんか、そうだね。フリマするときに子供服も出せたらいいね。いいなと思います。あ、取れちゃったピアス。ミニリス君の1歳のお誕生日は何をする予定ですか？それがさ、何も、とりあえず宮古島旅行には行くんだけど、お誕生日会、テルマちゃんがもう絶対やれって言って、初めての誕生日なんてこれしかないんだ、1歳のしかないんだから、絶対誕生日会やりなみたいなのも超言ってくれて、TikTok とかでもいろんななんかテーマとか送ってくれんの。誕生日会のなんかありがとう、テルマちゃん。で、そうだよなと思って、全然何も考えてなかったんだけど、やんなきゃと思って、やばい、あと1ヶ月ぐらいだ。場所予約しなきゃ。魚をテーマにしようかなって思ってんのね。なんか、息子が結構水とか魚が好きだから、そのくらいしかわかんない好きなこととか、今まだ好きなこととかわかんないから、だから、なんか魚でもテーマにして、ほんと仲いいメンバー、ベイビーシャワーのメンバーとマイルズ側何人かとかで、なんか息子のお誕生日会しようかなって思ってます。あとは宮古島に、そう、お水が好きだから、プール行かせたいなと思って宮古島に行きます。あと1分半なので、あと2、3問 ?1、2問取って終わりにしたいと思います。アイザさんの PR 動画がわざとらしくなく自然で好きです。PR 動画で気をつけてることありますか？ありがとうございます。今日ちょうどさっきの質問を営業系の質問を拾ったからこれも今拾おうって思ったんだけど、嬉しいな。なんか、そういう風に言ってもらえると嬉しいし、なんか、やっぱ PR ってさ、すごい毛嫌いされるじゃん。私、自分も PR する身として人が PR、多分自分がしてるからってのもあると思うけど、人の PR 見て毛嫌いするのなくて結構普通に商品とか買っちゃうタイプなんだけど、前も話したけど、なんか、意識してることっていうか、そもそも PR を受けるときにまず商品試して、もともと好きな商品とか知ってる、好きなブランドの新製品とかだったらあれなんだけど、試して、よかったなとか、あと、例えばこれだったら私上手にみんなに訴求できるなっていうか、すごい勧められるなって、友達に勧めるような感覚でこう話すっていう風に思ってて、その時に、これだったらめっちゃ私説明できるとか、いいと思ってもうまく説明できなかったりさ、自分の感覚でしか分かんないこととかだとなかなか難しいけど、だからそれとか一回試して、商品自体、なんか私の PR 動画がいいっていうより、多分商品自体がいいっていうのはめっちゃあるかもしれない。と思います。だけどそういう風に言ってもらえると嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ、あと1問。でもあんま拾えてない。あと2問にします。1問は、ソイラテからオーツラテにしたのは味が好きだからですか？やっぱり牛乳が好きでやめられない。牛乳否定するつもりないんだけど。牛乳好きなのじゃないよね。私は牛乳が逆に、コーヒーに入った時の牛乳のこの口の中があんま好きじゃなくて、ソイも好きなんだけど、オーツの方が単純に味が好き。で、もともとオーツだったのが、
なんかソイの方がいいみたいな、体にみたいな言われてソイに変えてたんだけど、そっからまたなんかソイがなんかいろいろ出るじゃん、アメリカとかってさ、あれがいいだのこれが良くないだの毎月変わるような情報で、それに私も最初左右されてたけど、普通に今オーツが味が好きだからオーツラテにしてます。で多分ちょっと乳糖不対症なのか、牛乳とかやっぱ結構飲むとお腹下ったりとかするから、シチューとか平気なんだけどね、なんか牛乳みたいな、あんまりなんか牛乳をそんなに取ってないかもしれないです。じゃあ次最後。じゃあこれにしよう。出産を機にカメラを購入しましたが、スマホを使うことが多いです。いつも持ち歩いてますか？いつ私はほぼ持ち歩いてないかな。この G7X はいつも持ち歩いてるんだけど、基本ライカも GR も家で撮ります。家で息子のことを撮ったり、あとじゃあ水族館行きます。旅行に行きます。じゃあおばあちゃんに会いますとかいう時はライカ持ってったりとか、いい画質で残したい時は持っていくけど、やっぱ重いし、携帯の方が手軽じゃん。なんかよっこらしょうしな。GR は手軽だけどね。ライカとかって蓋取って立ち上げてこうやって構えてみたいな感じだから、結構手軽なのが大事だなと思ってて、あと結局動画とか撮るとき iPhone だから、もう基本スマホで撮ることが私も多いので、特別な時じゃない限りは持ち歩かないけど、その代わり特別な時はたくさんカメラで撮るようにしてます。はい、そんな感じで今月の Q&A はこんな感じでした毎月質問ありがとうございます。1ヶ月がとっても早いんですけどね、来月も、Q&A やるので、ぜひぜひインスタの方で募集するので、質問お待ちしてます。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。